けども、私の幼少期時代、当時の、絵の力というか、セーラームーンレイヤース、小学校5、6年生の時にもう漫画を描いてたんですよ。最終的には13冊ぐらいまで描いてたんですよ。で、これ画像も多分今出てると思うんですけど、俗に言う、黒歴史的な漫画家になりたいとは思ってはなかったと思います。誰もやってないことをやっぱやるのがすごい多分好きだったんでしょうね。ちょうどそれぐらいの時の絵をスマホに入ってたのでちょっと出すんですけど、これはまたちょっとあれですね、ちょっと雰囲気が違うんですけど、おそらくこれでも中3ぐらいだと、当時買ったやつがこれです。ラミネートとかグラデヴィンセンとかね、世代がバレちゃいますね高校に入ってからまた環境が変わって、高校からちょっと美術系の学校に行きました。なので今まではその普通の学校だったので、クラスに一人こういるタイプの絵が上手い子みたいな感じだったんですよ。その高校からその絵が上手い人たちが集まってくるところに行ったので、そこでもすごいやっぱオタクでも結局オタクがたくさんいるので、高校もすごい楽しいオタクライフを送っていたんですけど、私のその美術の成績っていうのはゲでしたゲのゲぐらい、いやもうそうですね、下で下手な方でした、本当に。その美術家なのでいろいろやるんです。日本画も油絵もデザインも彫刻も全部やるんですけど、やっぱりその公表っていうんですか、課題をやって提出したものによって、先生によるんですけど、いい人順にこう先生がこの公表していくんですけど、だいたい最後の方でしたね。下の方にようやく言われるとか、最悪言われないとか、時間がなくなっちゃって下の方だとか言われないとか多かったですね。だから別に絵が上手い方では全然、その高校からはそういう感じではなかった。本当に絵は下手な方の部類でしたね。でその、やっぱすごい悔しかったエピソードがいっぱいあるんですけど、すごい覚えてるのが、中学の時もそのバレー部で高校入ってもその美術部ではなくて茶道部に入ってたんですね。だからずっと美術系の部活には入ってなかったんですけど、誘われて、メインは茶道なんですけど、一応在籍っていう感じで、その漫研部なんていうんだろう、そういう感じの漫画とかサークルのやる部にも入ってて、でその高校3年の時に、卒業でなんか本を出すみたいな、その部活で、その時にレギュラーなんだろうな、スタメンと補欠みたいに、こうスタメンはオフセットのなんか表紙フルカラーのオフセット印刷の雑誌に載る。で補欠組はなんだろう、オンデマンドのランクが低い冊子に載るだか載らないのかな、冊子に載らないのかみたいなことそれを投票で決めるみたいなのがあったんですよ。そのページ数が決まってるから、投票が多い人、上位何名だけがその選ばれし者としてその雑誌に、漫画が載るみたいなって言えばいいんだろう、卒業文集じゃないですけど。でそれにもちろん私も書いたんですけど、漫画はその小学校の時投稿したきり、そんな同人はちょっと書いてたんですけど、ちゃんと書いてなくて、でそれでもやっぱり、漫画はすごい好きだから多少やっぱ自信はあったんですよね本当に、心の中ではちょっといけるだろうみたいな思いがあったんですけど、見事落ちまして、私の漫画は雑誌にその載らなくて、ちょっと覚えてないんですけど、載らなかったのは覚えてる。そのサブであったのかは覚えてないんですけど、メインの雑誌には載らなかったっていうのはめちゃめちゃ覚えてて、そのね、絵を見たら確かに全然上手くないんですよ。でも当時のね、もうないかもしれないんですけど、その高校は本当に絵は全然上手い方ではなかったですね。高校に入ってからその中学の時のお友達と離れちゃったので、でもコミックライブには出てたんですよ。個人サークル、もうサークルね、個人サークルという名目のもとに出てたんですけど、
一個も売れないとか全然ありました。はい、友達は、高校の時の友達も出店してるから、みんなソロで出てたんですね。サークルをそれぞれ持って。でも同級生の友達はすごい当時でも結構有名、そうです、その中では有名なサークルで、もう出すもの全部売れるし、高校生だけど、そのオフセ印刷所に頼んでちゃんと本も出してる。で、私は全然そんなんじゃないから、コンビニコピーに行って自分でホッチキスに行って製本するみたいなやつで、勝負数、5部ぐらいかなとか作って持ってったけど、1個もあれ結構ショックですよね。1個も売れないっていうのが結構続きましたね。そうあります。全然、高校時代はそういうちょっと辛いことが多かったですね。みんながうまい子たちが多かったし、イベントに出ても全然絵は売れなかったですね。でも当時もまだこういう絵が描きたいっていうのもなくて、やっぱ結局二次創作でサークル出てたのでオリジナルは描いてなかったんですよね。なので別にまだそれでもまだサイバーパンクのその字もない時代でしたね当時。ジャンルの話はいいですね。そんな感じで全然暗黒時代というか、絵描きとしては全然ダメだ。楽しかったですけど、やっぱイベント出るとちょっと悲しくなる感じの高校時代を過ごしていました。で、そのまま大学の美術系に行きまして、私ちょっと途中から教員免許、教師になりたいと思ったんですね。理由が本当に嘘みたいな本当の理由なんですけど、中学校の母校の給食がすごい美味しくて、で中学の先生になったら給食食べれるじゃんみたいな安直な理由で中高の美術の教員免許を取ろうと思って美術系の大学に行きました。結論としては、高校の美術の教員免許だけ取りました。中学ちょっと大変でいろいろあって挫折して、中学の第一種免許状美術は一応持ってる感じ。大学も美術系に行きました。大学は、デザインかな、デザインの専攻かな、造形学部のさらにデザイン科みたいな感じで、フラッシュアニメとかそういういろいろ遊んでましたで大学の多分20歳になってたかどうかわかんないんですけど、2年か3年の時に友達にアキラを見せられて、もうそっから人生が変わるんですけど、一応アキラに出会うまでどんな感じの、絵描きというか感じだったかというと、そんな感じです。大学もね、アキラに出会ってから私はもう全部変わってしまったのではい。もともとはレイヤースとか真似して少女漫画みたいなのをでも少女漫画よりやっぱバトル系が好きでしたね。好きで描いてて、でも中高からはちょっと二次創作に行って、で大学に行ってからちょっとまた帰ってくるという感じ。うまくは本当になかったんですよ。絵をちょっとこの後発掘して出てくると嬉しいんですけど、絵が上達したのは多分アキラに会ってから絵が飛躍的に言ってたら自分で言ったらちょっとダメだと思うんですけど、やっぱ絵が全然変わりましたね。多分こうなりたいっていうものが明確にあったみたいなからだと思うんですけど、目指すものができてからやっぱ絵を描く情熱もすごい上がったし、そこから絵が変わったので、本当に大学までは全然人と同じというか、特になんていうのかな、特徴もないで話してて思ったんですけど、やっぱり目標ができるとやっぱ近づこうと頑張るので、絵は上手くなるなって思いましたね。のでもしね、なんか絵が上手くなりたい人とか、絵がどうやったら上手くなるのかなって思う人がいたら、やっぱ目指したい絵柄の作家さんをぜひ、見つけてもらいたいなと思います。前もこの話したんですけど、売れるかどうかじゃなくて、まず好きな絵を見つけてほしいですね。こうなりたいみたいな。でさらにそれを取り込んだ上で自分の絵にするっていうのが一番ベスト。私はちょっとそこが難しくて、結局ね劣化版とかすごい言われてしまったんですけど、やっぱこうなりたいみたいな、こういう絵が描きたいっていう作家さんに出会うことが結構私は上達への道かなと、近道
かなと思うので、もし、この動画を見てる、漫画家志望さんとかこれから絵を描きたいみたいなもし方がいたら、どういう絵が描きたいのかなっていうのをちょっと探してみてもらえたらなと思います。次回はそうですね、そのアキラに、出会ってから本格的に漫画を描き始めるところですかね。そこら辺の話を、していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。